皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国経済が長い経済的なトンネルに突入するのももうじきだという話をしようと思います。そうしたことがなぜ言えるかといえば、日本においてもかつてバブルが崩壊した以後において、不良債権問題、貸し渋りや消費低迷、企業活動の萎縮など、様々な問題が発生し、失われた何十年といったことも言われるようになりました。同じように中国においても、今まさにバブルが弾けようとしていて、日本と同じように超巨大な不良債権問題がこれから炸裂しようとしています。これまでも何度となく中国の不動産開発会社の経営危機といったものを取り上げてきましたが、それらが今まさに不良債権として中国経済に重くのしかかっています。中国においては日本とは違うんだといったことを何度となく言う、そのような新聞報道なども繰り返されてきたわけですが、結局のところ中国もまたバブルに踊り、そのバブルのツケを払う時が来ようとしています。今回取り上げる話題の象徴的なキーワードとしては、中国には空き家が30億人分ある。中国人が今住んでいる家、プラスアルファ空き家30億人です。凄まじい額のお金が不動産開発に投じられ、それらが巨額な不良債権化するのは間違いありません。今回はそうした中国の状況について改めて確認していきましょう。空き家は30億人分。中国、地方で過剰開発。暗すぎるマンション群。不動産は供給過剰で、空き家は30億人分あるとの推計もある。14億人では住みきれない。中国政府の統計担当の元幹部が国内での討論会で、そんな衝撃的な発言をして注目を集めた。中国では不動産大手が次々と経営危機に陥っている。要因の一つが地方での過剰開発だ。遼寧省の省都、瀋陽市から高速鉄道で1時間弱の不審市にはネット上などで機場と呼ばれる一帯がある。この機場というのは人が少ないゴーストタウンといった意味だ。主に20年ほど前に建てられた約140棟のマンションが立ち並ぶ。だが夜8時頃に訪れると多くの部屋は電気がついていなかった。住人の40代女性は人が住む部屋は3分の1もないと思うと話す。機場の例として取り上げられていた高層住宅がこちらです。街灯は非常に明るいのですが、建物で人が住んでいることを示す部屋の明かりは非常に少ないのがわかります。建物のほとんどが真っ暗な状態です。住人らによると、完成時の価格は約60平方メートルの部屋で日本円で300万円ほどだったが、今は100万円ほどまで値下がりしているという。完成当時から人は少なかった。60代の女性住人はそう話す。もともとこの地に住んでいたが、地方政府が開発のために土地を接収し、代わりにマンションの一室を与えられた。当時、市内の一人当たり可処分所得は日本円で10万円ほどで、マンションは地元の人には手が出ない価格だった。女性は、政府はなんでこんなところを開発しようと思ったのだろうかといぶかる。不審市の人口は2020年で164万人と20年前から 13% 減った。少子化や都市部への若者の流出が原因だ。こうした住宅需要がそれほど多くない各地の都市でも、地方政府が開発計画を作って土地の使用権を不動産大手に販売し、次々と住宅が建った。だが家は売れず価格も下がった。調査会社によると、中規模の地方都市を指す3級都市の新築住宅価格は前年同月期での下落が1年半以上続く。経営難の不動産会社の中で特に近年地方都市に入れ込んでいたというのが最大手の碧桂園だ。2022年に同社が販売した住宅の6割は3、4級都市の物件だった。その売れ行きの悪化や利幅の縮小が損失につながったとみられる。記事の補足なのですが、ここで出てきた不動産開発会社碧桂園、2023年6月末時点での負債総額は28兆円です。中国政府は不動産需要を喚起するため、9月から住宅ローンを組む際に必要な頭金の割合を下げるなどの対策を始めた。だが、住宅が最も売れる時期の一つである国慶節、10月1日前後の大型連休で、北京市における住宅契約数は前年の同期間に比べて半減した。業界関係者は、大都市でもかつてのように作れば売れる状況ではなくなったと話す。住宅を作っても多くの人たちが値上がりするだろうと考えて、借金してでも不動産を買いまくった。だからこそ建ててもいいんだといった不動産業界の動向が続いていたわけですが、今まさに限界が見え始めています。
4年で2億平方メートル超が廃墟に。中国、無数に並ぶ朽ちた洋館。中国では急速な経済成長に伴い、不動産各社が作れば儲かるとマンションを建て続けた。住宅は値上がりし続けるという神話が広がり、人々も子供のために1軒、投資用に1軒と次々購入した。住宅販売額は個人での住宅購入が広がり始めた1998年は約4兆円だったが、2021年には約340兆円に。その間に物価や賃金も上がったが、単純計算で20年超で80倍になった。市場の過熱で住宅価格も上昇し、特に大都市では富裕層でないと家が買えないようになった。こうした状況を習近平指導部は問題視。行き過ぎた開発を抑えようと、2020年に不動産会社の資金調達に規制をかけた。すると各社の資金繰りが厳しくなり、経営が悪化。人々も不動産の先行きを不安視するようになり、2022年の住宅販売額は約240兆円と前年から3割近く減った。不動産販売の減少は建設工事や建材、家具など幅広い関連産業に影響を及ぼし、中国経済を大きく下押しする。住宅価格も下落し、中国では家計資産の7割を不動産が占めるだけに消費意欲を冷やしている。中国のシンクタンクの昨年の試算では、直近4年間に全国で販売された住宅のうち、工事が止まるなどして廃墟になっている面積は計2億平方メートル以上に及ぶ。広がる廃墟は中国経済の停滞の象徴となっている。最初の記事においては、建てた建物に住む人がほとんどいないといった問題があったわけですが、後半部分においては、そもそも完成することができなくなった廃墟同然の建物がたくさんあるぞというお話でした。このような無茶な開発が進んできた、それことがまさに開発資金を投じてもそれらが全く利益を生み出さない不良債権と化して、多くの不動産開発会社、そしてその不動産会社の資金繰りを助けてきた各種の銀行に重くのしかかることとなっていきます。こちらの写真はそうした建設途中で止まってしまった建物群です。中国各地においてこのような建設には取り掛かったんだけれども、しかし完成のめどが立たない建物といったものが非常にたくさんあちこちで完成させることもなければ解体する費用もないといった状態で雨ざらしのままになっているところが非常にたくさんあるといいます。中国の場合、貧しかった人々が少しずつ豊かになるその時において、多くの労働者が安い労働者として生産現場に大量に投入されていきました。そして、それらの工場は中国国内だけではなく世界市場へと安い製品を売り出すことにより、中国は世界の工場と呼ばれることがあったのです。それに伴ってこれらの人々が所得を得て、その所得を元にしてさらに借金をして住宅を購入する。その住宅を購入するにあたってももっともっと値上がりするだろうと思って積極的に借金をすることに何の恐れも抱きませんでした。そのようにして21世紀に入って中国経済の拡大には借金をもとにした経済的な連鎖的な発展といったものがあり、多くの人々がそれで潤ってきたのです。しかしその開発には非常に右肩上がりを前提としすぎたバブル的な要素というものがあり、これらが今限界を迎えようとしています。この記事の中でもあったように、そもそも需要が高まっていく都市部への人口流入といったものも継続的に行われれば、いずれは地方においても人が少なくなり、もっともっと大都市へといったことも少しずつ落ち着いてきます。そして開発会社が少しずつ資金繰りが悪化し、身動きが取れなくなってくると、多くの人々もまた借金をしてでも不動産を買うといったことがもはや危険だと考えて、積極的に不動産を購入することはなくなります。多くの人々が買わなければ、それに伴って今まで受注がたくさんあった関連企業などの売り上げが下がってきます。そこで働いている人たちも当然のように給料がどんどん上がるといった目処もなくなりますし、業界内で淘汰も進んでいくこととなります。一方で巨額の負債を抱えているこうした開発会社の全くお金にならない債権たちは、今後もまた銀行などに対してもダメージを与えることとなります。借金をして開発をして、それによって膨らんだお金で少しずつ返していけばいいやといった理論はもう通用しなくなってくるわけです。これまでのようなひたすら拡大といったものが推し進められてきた中国ですが、人口構成的に言ってももはや若さを失い、若者は少なく高齢者の人数が増えていくという経済発展の力を失っていきます。ただ
ここで一つ気をつけなければならないのが、中国経済がいよいよ不良債権の処理に手間取り、これからの経済で非常に暗雲が広がっているというのは、もう一つ見なければならない点があります。それは、経済が不調に陥った時こそ、多くの国民が政権に対する批判の姿勢を強めることによって、政府はどこかにその不満のはけ口を求めたがるものです。中国の指導者習近平氏は自分自身の政治的な課題の一つとして祖国統一という命題の名のもとに台湾の武力統一もまた選択肢の一つであることを掲げています。台湾には非常に優れた半導体技術の製造技術があり、中国経済が不調に陥った時、台湾経済を破壊すること、それに伴う需要の取り込みであったり、もしくは台湾そのものを自分たちの手中に収めることによって先端技術などを自分たちの国に取り込もうとするかもしれません。もしくは中国経済の不振は共産党政権のせいではなく海外勢力による妨害や圧力のためだといった世論を強めることによって不満を外にへと向けるかもしれません。中国経済が不調に陥ればそれに伴って軍拡が続いてきた中国も軍事力の増強だけにはかまけてはいられないようにはなるとは思うのですが、整備を進めてきた軍事力の使い道として外へと向かう可能性は十分に考えなければなりません。特に現在のような軍事力を使って現状変更しよう、どこかの国を侵略したとしても世界中で様々な紛争の種が実際にあり戦争も継続中だというのを横目で見れば、中国がそのような行動に出たとしても国際世論はさして気にしないだろうぐらいのことを思うかもしれないのです。というわけで今回は中国の内需、その大きな柱である不動産業界には決定的に大きな問題を抱えています。中国人14億人と言われる中において空き家の数が30億人分、加えて建設途中でもはや完成予定すらわからないような建物も膨大に広がっている。それらが示すのは膨大な不良債権が今まさに中国国内で時限爆弾のようになっているということです。皆さんは現在の中国経済、そして今後の中国経済についてどのようなことを思われるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また頭の整理に役立ったなと思う方はぜひとも他の方にこのチャンネルを進めたりスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。